シフトノブをあっち入れたりこっち入れたり操る楽しみすごいあるよね。うわーすごいねこれ。どうして僕たちはこれを見て帰ってきた感じになるんだろう。いろんな車を経験した方が戻ってくる場所としてレセンス&ボイズ TV のお時間でございます。今回もプロデューサーの上野太郎くんとお届けします。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。今日はすごいね太郎くん。どんな感じですかこれが。今日は2台ワゴンであると、そして年式もすごく近いマニュアルであると。トヨタと日産だね。そうなんだよね、その辺がすごく僕は楽しみにしています。こちらはトヨタアルテッツァジータ2001年式のなんと 2.9 万キロ。よくあったねそれで。こっちは2000年の 1.8 万キロ、低走行であるという驚く事実がだんだん慣れてしまっているというあるまじき事態かなと思う。やばいですよ、麻痺してきたからね。本当にタイムスリップしたよね。青春ワゴン2台トヨタそして日産でお届けします。楽しみに。はい、じゃあまずこちらの車太郎くん何でしょうか。トヨタアルテッツァジータ。アルテッツァっていうのはそもそも1998年から2005年まで作られた中型のトヨタのセダンという形なんだね。その派生モデルとして5ドアハッチバックが出ました。それをジータと呼んでいると。ジータつくのはステーションワゴンの方。おっしゃる通りです。短いけどね、コンパクトだよね。これベースなんですか。 FR で2種類作ってました。プログレとブレビス。懐かしい名前が出ましたね。はい、これをベースに作っておりまして、ネッツ10が当時販売していたんだね。ネッツで売ってそうな感じがするわこれ。コンパクトで FR のセダン車というものがトヨタは必要であったということで出てきたのがアルテッツァなんだ。開発してたらいろいろコンセプトが変わったりして最終的には86の再来っていう言葉も出てたぐらいなんだけれど、皆さんご存知の通り、86とはまた違った趣の違った立ち位置の車に最終的になった。これがアルテッツァなんだね。このエンジンはトランスミッションはどんな感じ。このグレードはね、AS200 というグレードなんだね。それは2リッターのなんと直6エンジンかつマニュアルトランスミッションです。しかも後からマニュアルなくなっちゃったんで、この組み合わせとしては非常に興味深いね。ボディサイズは全長が 4505mm、 幅がね1725、コンパクトですね。そして低いでしょ。全高が 1420mm の3ナンバーに収まったんだよね。なるほど。改めて見ると、ヨーロッパ車的というかトヨタっぽくない、いい意味で。フロントも低いし、そうだね、車体も小さいし、テールにかけての衣装とかもあんまり国産車で見なかったデザインだな。そうね。次はプリメーラ行ってみましょうか。全然違うと思いますよ。形が全く違って見える。見ていきましょう。行きましょう。こっちは何でしょうか。日産プリメーラワゴン P1111 と言われた2代目になります。懐かしいね。いいな、白のこの感じもいいね。ボディサイズはどんな感じ。全長が 4515mm、 ちょっと伸びてるね。幅が 1695mm、 ちょっと幅広かな。そして全高が 1450mm。 このレールがまたワゴンっぽさを引き立ててくれるよ、ね。とてもいい。エンジンはどんな感じですか。 1.8 リッター直列4気筒マニュアルトランスミッション。そう、こちらの方が非常にスポーツ志向なルックスに対してちょっと乗用車に寄ってるような感じがするよね。当時のプリメーラってすごく走りにおいてはスポーツ性をすごく重視してグッてあるっていう風に皆さんおっしゃっているよね。これも FR？ こっちは FF です。アルテッツァ FR、 プリメーラ FF。 そう、似てるけどちょっとずつ違うんだ。どんな差があるんだろうなっていうのは乗って確かめてみたい気持ちあるけど。もう乗れるんですか。乗りましょうかね。どっちが楽しいの。太郎君は。僕はね、今のところアルテッツァかな。なぜかというと見た目の美しさとかヨーロッパチックな見た目っていうのに憧れがあるのかもしれない。僕はこっちなんですよ。これ今スタイリッシュだと思っちゃうんで、おしゃれに乗れるんじゃないかなと思ってる。 FF っていうのも興味深い。見え方がやっぱり違うよね、それぞれね。どうなりますやら、乗ったら印象が変わるかもしれません。塚さんとしてはじゃあプリメーラ。僕はプリメーラ。僕はアルテッツァ推しで、まずは市場に行ってみましょうかね。はい、乗ってます。よろしくお願いします。乗り込みました。かっこいい。見てこのメーター。クロノグラフみたいな時計のね、3つ中に入ってるよ。あとさ、こういう段差とかさ、スイッチのメーターみたいな感じとかさ、何よりシフトノブ、これなんかもう走るの雰囲気するよね。かっこいいよね。高まるよね。サイドブレーキの位置ドリフトするぜみたいなね。じゃあエンジンかけてみます。
かなり静か。発進します。おー、エンジンの音、6気筒の滑らかさがある。回り方がさ、シューッとゆっくり回っていくし、ゆっくり戻っていく感じとかもすごく滑らかだよね。大人なしっとり感あるよね。この全部の操作感、シフトノブの位置とかさ、ペダルの位置とか手の内感にある感覚があるね。こうやってヒール等とかもさ、1回目からできちゃうんだよね。操作してて一体になってる感覚が強い。舵を切る、リアで車を蹴るっていうところが分かれているから、爽快に走れる感じがする。いいもの感があるな。ハンドルの系もさ、ちょうど良さそうだね。これエアバッグ入ってるよね。この時代からエアバッグも小さくなってきて、大きかった時代のね、やぼったい感じも味わいとしてはいいけれど、こうやってね、シュッと3本スポーク風に収まっているこの辺も改めて時代を感じるよね。こういう車ってどういう人が乗るのが一番いいんだろうね。価格的にもこれは初心者の方で FR に乗ってみたい、走りに対してアクティブな人、そういう人にファーストカーとしてもいいと思うし、僕のね先輩がね乗ってんですよ。おいくつぐらいの方？60過ぎてます。最近乗り換えたんですよ。走り好きだったんだなと思って、運転が大好きでいろんな車を経験したベテランの方が戻ってくる場所としてアルテッツァジータがあると。しかも大排気量じゃなくて直力2リッターっていうさ、街乗りでさ使い切れる、踏み切れる楽しみってあるじゃない。アクティブに運転を楽しみたい方、なるほど、元気に踏み込みたい方にはねいいと思うんですけどね。これはちょっとスポーティーに振らせた、そのサイズ感を感じさせないいいものっていう感じがあって、乗り込むとキュッとしてるじゃない、それはある意味スポーティーさとコックピット感みたいなところが演出されてていいと思うし、しかもさこの乗り心地もしっとりタイトでさ、全体のパッケージングのまとまりがあるね。楽しく気持ちよく乗れる、これ大人のスポーツカーだね。扱いきれる、手の内に収まる、サイズ感も乗り味もハンドリングも全部自分のものにできるってことだよね、これね。ちょっと待ってよ、僕はこれ2台目に乗る前にこっちの良さに気づいてしまった。そしてコントラストで面白いんだろうね。面白いと思う。はい、乗り込みました、ロー君。なんか乗用車というか商用車と言ってもいいぐらい本当にすごくシンプル。アルテッツァから乗り換えるとこの差は結構大きいよね。エンジン始動します。はい。エンジンのこの中に入ってくる音もそうだしね、浮き上がりも元気だね。はい、行きましょう。前輪駆動感めちゃくちゃあるよ。前から引っ張られてる感がすごいある。これは軽快で超楽しいと思った以上です。うわー、すごいねこれ。ハンドル切った時反応とかはどう？全部素直ですよ。軽いしめっちゃ軽快。高速から踏んでもトルクがあるもんね。アルテッツァと比べると元気だね。軽さを感じて軽快に爽快に回せる。重厚感とはまた全然違う軽さがあります。この時の日産車ってすごい元気だね。走りに表されてるエネルギッシュな感じとかすごくするね。これは隣に乗ってもね、伝わってくるね。 FR から FF 乗り換えるとこんな違うんだな。その感じも伝わりやすいのかもしれないね。そして忘れちゃならないのはこのシートですよね。ふかふか、そしてこの柄、どうしてこんなに僕たちはこれを見て座ってすごく帰ってきた感じになるんだろう。そうなんです、愛されるべき柄ですよ。そうだよね。何周も回ってこの良さが分かる。とってもいいです。本当にさ、このメーターもシンプル、インパネもシンプル、本当に簡素だよね。だからこそピュアにこの車の元気の良さとか伝わってくるよね。分かりやすいよね。ダイレクトです。なんかめっちゃまとまりが良くないこの車。これ推測だけれど、当時ツーリングカーレースにたくさん出てたじゃないですか。レースで培った開発のノウハウっていうのも自然に商品車にも投影されるんじゃないかしら。簡素な見た目とかさ、一見そのアルテッツァに比べると仕掛けが少ないじゃん。勝手ながら先入観であまり期待していなかったんだけれど、そうだよね。でもこの味わい、元気の良さ、この実直に作った形であるからこそ走る楽しみみたいなのがさらに際立って感じるんだろうなというふうに思う。
シフトノブを入れたりあっち入れたりこっち入れたりするけど、ついついしたくなっちゃう。操る楽しみみたいなのがすごいあるよね。その気持ちがでも隣に乗っても分かるよ。操縦している感すごく強いんだね。これプリメーラ2代目？そう、初代ってさ走りを意識しすぎて電気型なんかは乗り心地にしたりハンドルにしたり鋭すぎるっていう声があったみたいなね。後期になって落ち着いて、そして2代目じゃない。バランス感覚とか煮詰まりとかは熟成の域に達しているよね。着地点がここっていうのがなかなか面白いね。いいね。3代目からガラリとキャラクター変わったわけで、この2代目にしかない魅力っていうのを感じるね。しかもさ、ないじゃんこういう綺麗な答えが。白どうかなと思ったんですけど、僕はね逆に白がいいです。そうだね。黒とかグレーとか結構イメージあるじゃない。この白ねなかなかいいっすよ。さらっと乗るにはおしゃれ。どういう人に向いた車なんだろうね。見えてます僕には。これはねライフスタイルがアクティブな人がいいですね。例えば4人家族で子供さん2人いてキャンプ行けるし、ルーフにさスーリンのラブボックスとかつけてさアウトドアのステッカーとかたくさん貼る人とかいるじゃない、ああいう感じに演出してアクティブなライフスタイルの人にバッチリなんじゃないかな。そしてマニュアル操作が好きな人、そのスキーに行くとかにしたってその道中楽しいに越したことないもんね。そう。あとさ荷物乗るじゃない、インテリアデザイナーの方とかさ細かい資材とか乗せて走るとかそういう方でもいいと思うし、走りに関しても妥協したくない。200馬力も300馬力もある車じゃないけれども、使い切れる楽しみがあるじゃない。それはかなりでかいねこの車。そしてこの価格的にも初心者にも手を出しやすいと。そうだね。1台目の人でもいいんじゃないかな。これはプリメーラの方にある魅力だよね。はい乗ってまいりました。乗ってきたね。楽しかったね。楽しかったね。いやどっちも運転できてやっぱり比較できるね。同じワゴンで同じ年代でサイズ感も近しいところにあるけれどメーカーやパッケージが違うだけで正反対と言ってもいいようなキャラクターを体感できたなと思う。面白いね。乗らずしてなんとなくいいだろうなって思い込んでたのはアルテッツァでした。ただ運転したり速く走ったりするっていうのが好きだからこっちの方がエンジンも元気だし走らせた感覚とか動きとかがこの時の日産らしいというか、運転好きという観点において僕は推しがこっちに切り替わりました。奇遇なことで僕こっちに帰りました。こっちのさかっちりした感じというか、まあキュビキュビ当然走るし、2リッター6発ってのも面白いじゃない。全体を通じて大人な印象があったから。そうなんですよ。なるほど。そして、そもそもこの2台がここに並んでいるという奇跡、おそらく地球で最後じゃない、この2台が同じ場所にあって比較できたっていうのは。ありがとうございます。デセンスの仕入れ担当の人はきっとニヤニヤしながら、でしょうね、この2台を並べたいがために仕入れてるんじゃないかって思うぐらいだよね。僕ら普通になってきたけども普通じゃありませんからねこれね。奇跡だよこれ。そしてこの2台買えます。そうなんだよ。オンラインでご相談もしていただけますし、商談が決まった方には全国配送無料となっておりますのでどんどんお問い合わせいただいてという2台でございました。僕ら印象が変わりました。今回もまだまだ楽しいレッセンス&ボーイズ TV でございました。太郎くんの今回もお届けしました日産のプリメーラワゴン、そしてトヨタのアルテッツァジータね、この2台でございました。また見てね。ありがとうございます。バイバイ。